お城でしょ？ああ、ノイシュバンシュタイン城だ。ノイシュバンシュタイン。またの名は白鳥の城という、バイエルン国王ルートヴィヒ2世が作らせた城だ。へえ。ルートヴィヒ2世は城作りに全ての情熱を注ぎ込んだと言われている。菩提樹の館と呼ばれるリンダーホーフ城、ベルサイユ宮殿を真似たヘレン・キムゼー城、そしてノイシュバンシュタイン城。多くの城を作らせたため国の財政は破綻し、ルートヴィヒは王の座を追われ41歳の若さで死んだ。そのルートヴィヒって人、悪い王様だったのね。バイエルン王国の国民にとって確かに歓迎すべからぬ国王だっただろう。だがルートヴィヒの情熱のおかげで今我々はこうしてドイツロマン主義の傑作を目にすることができる。ジャック・ブルームと一緒に旅をしながらいろいろなお城を見てきたけど、あんな綺麗なお城初めてだわ。空気がひんやりしてる。アルプスの山々を越えて澄んだ冷たい空気が吹き下ろしているのだ。ダーゴル大佐。ナジス隊、私はエバリンに城の中を案内する。作戦会議は1時間後に行う。わかりました。ルートヴィヒはワーグナーという音楽家を崇拝していた。ワーグナー？知っているかね？ルートヴィヒはワーグナーの楽劇を上演させるためだけにこの美しい城を建設させたんだ。アルプスを望むこんな険しい岩山の上にな。だがワーグナーは生涯一度もこの城を訪れることはなく、ルートヴィヒは自分の願いを果たせずに死んでいった。へえ。大佐はワーグナーって人の曲が好きなのね。そうだな。聴く者に力を与える、それがワーグナーだ。エバリー、君は香港からヨーロッパまで旅してきたというが、地球の環境がどんな状態なのか分かったかね？ええ。海があんなに汚れてるなんて悲しかった。たくさんビニールが捨てられていて、ちっとも回収できないって船乗りの人が言ってた。陸に上がっても緑が少なくて砂漠ばっかり続いて、私自分の住んでいた島が作られた楽園なんだって言われても信じなかった。でも地球を半周してみて、やっとあの時の言葉が嘘じゃなかったって分かったわ。ねえ大佐、どうして地球はこんな状態になってしまったの？全ての原因は人間だ。え？人間の飽くなき欲望が科学技術の発展を促し、その結果取り返しのつかないほど環境を汚染してしまったのだ。だが同じ人間がこのノイシュバインシュタイン城のような素晴らしい芸術作品を生み出す。人間とは不思議な生き物だ。地球はどうなってしまうの？地球がどうなるかではない。我々人間が地球をどうするかだ。方法さえ間違わなければ、我々はこの城のように自然と調和しながら存在することができる。その意味でこのノイシュバンシュタイン城はマハのやろうとしていることを象徴している。私はこの城を地球逆移民計画のシンボルとするつもりだ。ねえ大佐、どうして私だけここに連れてきたの？私を人質にしてアフランシを捕まえるつもりなの？そのような卑怯なことはしない。私は
もう一度アフランシュと話し合いたいと思っている。そのために君を手元に置いた。私の気持ちはジャック・ブルームがアフランシュに伝えているはずだ。アフランシュと話し合って、それでどうするつもり？彼が私の力になってくれればそれが一番いい。どうしてアフランシュが大佐の力になるの？マハとメタトロンは戦争してるんでしょ？メタトロンはアフランシュをリーダーに祭り上げた。だがアフランシュは地球育ちだ。何よりも地球を愛し、地球と共に暮らす術を知っている。だからこそ私とアフランシュは手を携えて地球を蘇らせることができる。だがシャア・アズナブルという過去の英雄にこだわるメタトロンがアフランシュの自由な行動を妨げている。でもアフランシュはシャア・アズナブルの血を受け継いでいるんでしょ？宇宙に上がってニュータイプになるって。ニュータイプか人の革新か。実に曖昧な言葉だ。宇宙移民はニュータイプという言葉を都合よく解釈して使ってきた。パイロットとしての適正能力があるとしても、それは人の持つ潜在的な能力が宇宙空間に出て拡大したに過ぎず、それは人類が進化した姿ではない。一人や二人特別な人間が現れたからといってそれで新しい人類の出現と生きるのはおかしい。人類全てが一挙にニュータイプになったその時初めて人が確信したと言えるのだ。じゃあニュータイプって嘘なの？私は否定も肯定もしない。だが人が宇宙に暮らすようになってたかだか200年だ。生物学的に人が確信する可能性はない。いいかね、バリー。ホモ・サピエンスとしての人が新たな種に進化するには気の遠くなるような時間がかかるものなのだ。じゃあアフランシュは一体何なの？エアフォースヌーボパリの制空権より離脱しました。高度300メートル、進路089に固定。よしミシェル、あとは任せたぞ。船長、ジョーのこと頼みます。分かってる。ジョー、アフランシュだ。起きているのかジョー。アフランシー、どうした？ジョーが部屋にこもったまま出てこないんだ。ケランのことで責任を感じてるんだろうな。しかし仲間が死んでいちいち落ち込んでいたら戦いにならん。ジョーのことは放っておいてお前は休め。そういう船長だって気になったからここに来たんだろ。まあそうだろうな。クリシュナのこともジョーにはショックだったんだ。マーハに寝返ったなんて話信じてるのか？信じるもんか。でもウルは自信たっぷりだった。いつものはったりさ、気にするな。船長、すまない。僕がもっとしっかりしていればケランだって。アフランシー、自分を責めるのはやめろ。お前はよくやった。頑張ったじゃないか。ケランいいパイロットだった。そうだな。このローストビーフはなかなかいける。ジャック、コーヒーをどうぞ。ありがとう。ジャック、さっきの話ですけど私には納得できません。マザーメタトロンがアフランシュを裏切るなんて。地上部隊がこれだけ追い詰められているのに宇宙にいる連中は何もしようとしない。それが何よりの証拠だ。でもマザーメタトロンにはその余裕がないんです。私ならフランシス・シャアが危ないと聞けばマザーメタトロンを地球に下ろしてでもアフランシュを助ける。彼はシャア・アズナブルの再来だ。メタトロンのシンボルじゃないのかね？ええ、それはそうですが。ミランダ、君はメタトロンじゃない。シャア・コンティニュー・オペレーションの人間だ。だから
メタトロンを見る目が甘くなっている。そうでしょうか。メタトロンは大きくなりすぎたのさ。組織が巨大になればその組織を守るのが仕事だと勘違いする奴が出てくる。組織も存在することが目的となってしまい、なぜその組織を作ったのかということが忘れ去られる。だから地球連邦軍に入れてやると言われれば喜んで連邦政府に協力する。ジャック、あなたが運動を離れたのはパリッシュ提督と意見が対立したためだと聞きましたが。パリッシュはメタトロンに愛着を持ちすぎている。だからアフランシを切り捨ててもメタトロンを守りたいと思ったんだろう。マザーメタトロンが裏切ったと決めつけるのはまだ早いと思います。そうだな。これは私の個人的な意見に過ぎない。シャアコンティニューオペレーションを通じて速やかに調査するべきだな。そうします。こんなねじ曲がった装甲板はまるわけねえだろ。やってらんねえな。メッサ、何カリカリしてんのさ。なあレイ、ケランの葬式ぐらい出してやりたかったな。そうだね。私たちみたいな初心者が生き残ってベテランのパイロットが戦死するなんて、神様は一体何考えてるんだろう。神様なんて言いやしねえよ。メッサー、レイ、コーヒーを持ってきてやったぞ。少し休め。おう、サンキュー。悪いね。ひどく壊れたもんだな、このドハディは。治りそうか？意地でも直してやるよ。船長、ジョーはどうなんだ？立ち直るのにもう少し時間がかかりそうだな。ジョーとケランは同期生だったんだろ？なあ、二人とも同じ頃俺のチームに参加した。ケランもチンピラやってたんだって？誰に聞いた？ケランがそう言ってた。そうか。奴が子供の頃両親が離婚してな。ケランは母親に育てられたんだ。ひどくグレちまって学校にも行かずチンピラやってたんだが、おふくろさんを楽させたいと思ったんだろうな。早く独り立ちするために連邦軍のパイロット養成学校に入ったんだ。ところが教官と大喧嘩してな、卒業前に学校を飛び出した。ブラブラしてるところを俺がスカウトしてメタトロンに入れたんだ。なんだか私たちに似てるね。なあ、ジョーもチンペラやってたのか？いや、奴はごく普通の大学生だった。メタトロンの運動に共鳴し自分から進んで参加してきたんだ。マンマシンに乗りたいと言ってパイロット候補生になったんだが、同期生の中ではトップクラスの成績だったな。しかし精神的に脆いところがあるんだ。ケランのことで変に思い詰めていなければいいんだが。ねえ、あれジョーじゃないの？ほら、あそこのドハディに乗り込んでるのジョーだよ。おいジョー、何やってる？ジョー！ドハディを出す。オープンデッキのハッチを開けるぞ。なんだ？やめろジョー、何する気だ？俺はウルフを倒す。ジョー、やめろ！そのドハディはまだ修理も終わっちゃいねえんだぞ。ジョー！バイエルンの本体からの暗号通信キャッチしました。マンマシンの補充はできないと言ってます。だろうな。今残っている戦力だけでメタトロンと戦えというわけだ。しかしウリアン少尉、そりゃ無理ですよ。メタトロンだって状況は似たようなものだ。まともに動けるのはガイアギアぐらいだろう。いや、ガイアギア1機あればそれだけで十分すぎるほどの戦力だ。はあ、ちょっと休む。何かあったら呼んでくれ。嵐が来そうですね。ああ、そうだな。
クリシュナ、どうした？食事に手をつけてないじゃないか。ウル、サイコミを使ったって本当？何のことだ？さっき整備兵が話してるのを聞いたわ。プロンテクスターのファンネルが全てなくなっているって。サイコミを使ったのね、ウル。ああ。嘘つき。サイコミを封印したなんて嘘だったのね。聞いてくれ、クリシュナ。なんて男なの。あなたは最低よ。私の気持ちなんて全然分かってないのね。クリシュナ。一度でもあなたのことを心配した自分に腹が立つわ。あなたなんか死んじゃえばよかったのよ。俺が死んでアフランシが生き残ればそれでいいのか？そうよ。クリシュナ。来ないで。見損なったわ、ウル。何が世界をこの手に握るよ。あなた一人の女の心だって自分のものにはできやしないわ。黙れ。俺は欲しいものは何でも手に入れる。誰にも邪魔はさせない。ウル、あなた何にも分かってないわ。なんだ？ブリッジ、どうした？敵襲です。敵マンマシンが急速接近中。何？見つけたぞ、マハメ。あれはマンマシン支援用の戦車だな。クリシュナはあの戦車の中にいるのか？そんな弾に当たるもんか。マンマシンは出てこないな。まともに使えるやつが残っていないってことか。よし、あの戦車キャタピラを撃ち抜いて止めてやる。やったー。マハ、抵抗するな。抵抗すると撃破するぞ。こちらはメタトロンである。我々はそちらに捕虜となっている同志クリシュナ・パンデントの釈放を要求する。繰り返す。捕虜となっているクリシュナ・パンデントの釈放を要求する。隙だらけだな、ドハディのパイロット。そんな腕では香港に来たら3日と持たないぞ。どっから現れたんだ。新型のママシンか。ジャン・ウェンフー少佐。久しぶりだな、ウリアン少尉。驚きました。まさか少佐がこんな場所に来られるとは。スペースマハの本体と合流するはずだったが、ダーゴル大佐の要請でな、メタトロン討伐部隊に加わることになった。ダーゴル大佐の？そうですか。香港で負傷されパイロットを辞めたという噂を聞きましたが。年金生活を送るにはまだ若すぎるということさ。香港ではガイアギアに不覚を取ったが、今度はお返しをしてやる。香港マハの誇る新型マンマシン、ギッズギースでな。ギッズギース。これを香港マハが作ったのですか？ウリアン少尉も一度乗ってみるといい。香港マハのテクノロジーがいかに優れているかよくわかる。捕獲したマンマシンのパイロットは生きているのですか？ああ、今部下が連れてくる。ウリアン。ほう、君か。確かジョースレンと言ったかな。一人で来るとは度胸だけは一人前らしいな。クリシュナを返せ。捕虜なら俺がなる。だからクリシュナを釈放しろ。ウリアン少尉、不審な熱源が接近してきます。マンマシンと思われます。メタトロンか。ウリアン少尉、我ら香港マハに任せてもらおう。ギッズギース部隊出撃するぞ。はっ。ジョー、来てもらおう。抵抗すれば容赦なく撃つ。なんだろう。この方角に奇妙なプレッシャーを感じる。ねえアフランシ、ジョーはこの先にいるのかい？わからないが、
なんとなく気配は感じる。ジョーのやつ世話焼かせるぜ。一人で行ってクリシナを助け出せると思ってんのか。大バカ野郎だぜ、やつは。メッサ、そんな言い方するんじゃないよ。まあジョーの気持ちはわかるけどよ。前方から熱源が接近してくる。マンマシンだ。ジョーのドハリーかい？違う、複数のマンマシンだ。敵か。メサ、レイ、引き上げよう。今は戦っている場合じゃない。何言ってんだ。やっちまうぜ。奴らの動きが早いよ。なんだあれは。見たこともないマンマシンだ。ガイアギアのパイロットアフランシシャーか。香港マハのギッズギースがお相手する。香港マハ。さっきの奇妙なプレッシャーはこのマンマシンか。メッサ、レイ、3回しろ。